青森で食べた衝撃のうまさのレシピです。イガメンチ。簡単に言うとイカのメンチ。フードプロセッサー使っちゃうとミンチ状になっちゃうのでプツプツした食感みたいなのが欲しいんですけど、それ出ないんですよ。これはでもね、このロールかけてもいいぐらい美味しいです。もうイカってこんなに美味しいんだみたいな感動を覚えるレシピなんでね。やっぱり叩くと独特な食感、ちょっとはぜるような感じ。イカの食べ方で一番美味しいかも。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルは、私青森が大好きでたまらないんですけれども、青森で食べた衝撃のうまさのレシピです。イガメンチ。イカのことイガって言うんですよね。簡単に言うとイカのメンチ。カツじゃないんですけど、ハンバーグ、イカハンバーグみたいな感じかな。でね、すごい美味しいですこれ。特に焼きたてをパクッと口に放り込んだ瞬間はもうイカってこんなに美味しいんだみたいな感動を覚えるレシピなんでね、ぜひやっていただきたいと思いますね。じゃあ早速イカメンチ作っていきます。材料ですね、イカが2杯。最近ねイカがちょっと不良なんですね。ちょっとサイズ小さいんですけど、なんと青森さんが手に入りました。それから玉ねぎ、薄力粉、お酒、塩、コショウ、それからサラダ油で焼いて、マヨネーズと七味で食べる。これはだから炙ったイカと同じ感じですよね。じゃあどうしようかな。最初に玉ねぎ切っちゃいましょうかね。みじん切りです。結構ね細かいみじん切りにしてくださいね。でこれ青森県でイガメンチっていうと普通はですね、粉混ぜて揚げる感じなんですよね。さつま揚げじゃないけどなんかちょっとぽい感じ、モコモコしてる感じの中にイカがぶつ切りのやつが入ってる感じなんですよ。それがね多分メジャーですね。でこれは僕が大好きな青森にある居酒屋があるんですけど、そこはこういうやり方で作るんですね。本当にね衝撃を受けるぐらいうまかったですね。イカの食べ方で一番美味しいかも。そしたらボウルに入れちゃいます。そしたらイカばらしますね。よいしょ。イカはこの軟骨がついてる横のところをグッグッグッと、で反対側もちょっとキュッと引っ張り、肝が割れないように抜くと。そうするとこれツルツルツルっとここに抜けますね。でさらにここに軟骨が入ってるんで、これを引っ張り出して、切れちゃった。よっ、切れちゃった。後でね洗う時にまた出せばいいかな。でこれ洗いますね。一回胴体の中に少しまだ綿の残りがあるんですよ。こういうの洗います。でこれ出てきますね。これね、これ出しちゃいます全部。で軟骨が中に残っちゃった場合もここで絶対出しとかないと、この後叩いていくんですけど骨が入っちゃいますね。そしたら洗ったら戻って一回イカの水気を拭きます。そしたらイカ叩いていくんですが、ちょっとねここだけ少し大変です。まず真ん中に線入れて開いちゃいますね。そうするとまだねちょっと洗いきれてないのがあるので、これ拭き取っちゃいます。まずこういうのね、こういうのでこれキッチンペーパーでこうやって、これを半分にさらに切って一回千切りします。でイカを叩くんですけど、この後叩く時は必ず大きい包丁を使った方がいいですね。ペティナイフでやったら多分ね1時間以上かかります。これねこんなに苦労するならフードプロセッサー使えばいいじゃんと思うんですけど、やっぱ違うんですよね。フードプロセッサー使っちゃうと完全にミンチ状になっちゃうので、ちょっとプツプツした食感みたいなのが欲しいんですけど、それ出ないんですよ。こっからですね。大変なのでこれもっとさらにでかい包丁を使っていきます。時間かければねちょっとずつやればできるんですけど、
である程度細かくなったらちょっと叩いていきますね。もう2本使いでこれ。もう跳ねるのはねしょうがないです。これは諦めてください。イカってねとっとしてるじゃないですか。それでねまた切れなくなるんですよ。だからしばらく切ったらちょっと一回拭いてこうねあんところ、まあお魚ってそうですよね。刺身切ってるとだんだん油で切れなくなってくるんで、これはでもねこのロールかけてもいいぐらい美味しいです。こんな感じかな。こういうちょっとねっとりとねとーんってこの感じが大切ですね。ねとーんって。はい。たら叩いたイカを玉ねぎが入ったボウルに移して、そしたらここに塩、酒で薄力少しで胡椒適宜でこれで練っていきます。もうここまで叩いたらあれですね、ひき肉みたいなものなんかねさっと練って、そしたらフライパンに油引いて火をつけておきます。そしたら手を少し濡らしてもらって、そしたらイカくっつきづらいので、これだいたい大きめの4個ぐらいかな。そしたらまず半分にしてさらに半分、1個こんなもんかな。ちょっとつくね風にメンチ風つくね風コロッケ風です。コロッケ風でこんな感じですね。1個がでこれ引いていきます。あんだけねしっかり叩いてイカ2杯使ってんのに4つだけしかできないっていうね、それだけ贅沢なメニューってことですよね。じゃあ蓋します。ちょっと様子見ますね。いい感じです。裏返します。美味しそう、美味しそう。もう一回蓋。もう一回ぐらい裏返そうかな。でイカはね結構火通り分かりやすいです。しっかり締まるんでキュッキュッと。でこの弾力がしっかりしてきたらもう OK ですね。あと1分ぐらいでいくんじゃないかな。じゃあそろそろいいかな。で蓋系のいい匂いです。で火止めて盛り付けですね。そしたらマヨネーズ七味完成です。じゃあイガメンチ焼きたてをいただきたいと思います。マヨネーズをつけていい匂いです。いただきます。うまいの。イカってこんなに旨味強いんだってね改めて思いますよ。まあちょっと叩くの大変ですけどね、やっぱり叩くとこう独特なこう食感プツプツはぜるような、道ってなってるんだけどちょっとはぜるような感じですかね。この食感を味わいたかったらぜひ叩いて、ちょっと手間かかりますけど、だけど後悔しないうまさだと思います。でこのレシピを出すメニューを出す居酒屋では日本酒は豊杯がメインなんですね。今日はだから豊杯でキュッとねキュッとくるね。もうこのイカの旨味を全部日本酒の甘みでさらっていく感じ、この一体感がねなんとも言えないですね。今日はですね私の青森愛から溢れ出たレシピのご紹介ということでございますけれども、青森いっぱいね
まだまだ美味しいレシピあるので、たまにねここでもご紹介していきたいなと思います。ぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。